んにちは、八代あかねです。今回はこちらのダイカットマシンを発動したいと思います。以前からね、こちらのダイカットマシン自体は持っていたんですけれども、だいぶ寝かしてしまっていてですね、全然使われておりませんでした。で、最近ね、マスキングテープも開けましたし、紙箔も行ってきたので、コラージュ欲がどんどん高まってきまして、今回たくさんのカッティング台をですね、シーインとアリエクスプレスで購入しました。なので今回はこちらのカッティング台をね、ご紹介しながら素材作りをしていきたいと思います。さあ、それでは開封していこうと思うんですけれども、実はこの動画ですね、テイク2でございます。テイク1の時にね、ちょっとハプニングがございまして、ボツになりました。なのでね、ちょっとその時に開けてしまったものがすでにあって、ビニールをかぶってないんですけれども、ご了承ください。さあ、まずね、こちらはカッティング台ではなくね、ステッカーでございます。これはシーインの方で購入しました。本来ですね、4種類ぐらいこのパッケージがあるはずなんですけれども、2個頼んだところ、なんと両方同じものが来てしまいました。で、こちらね、1箱につき100枚ランダムステッカーが入っているという箱なのでね、これで計200枚になります。たくさんあるのでね、心置きなく使えるなっていう感じなんですけれども、開けていくと、ちょっとね、箱が歪んだりしてるのはご愛嬌なんですが、よいしょ。それでもね、かなり素敵な箱になってますよね。こんな感じの、それなりにしっかりとした箱になっております。紙箱ですね。で、こんな山盛りでね、この切手タイプのステッカーが入っているみたいです。ちょっと柄をお見せすると、多分同じ柄が2枚ずつあるっぽいですね。こんな感じで、なんかたまに裏返ってますが、こんな感じでね、基本お花柄なのかな？お花にたまに鳥とか蝶々がいるのかなっていう感じで。でもどれも結構明るめのイラストになってて使いやすそうですよね。これ今パッと見ただけですけど、おすすめできるかも。使いやすそうな柄たちになっております。ここら辺すごい裏返ってますね。こんな感じですね。ベージュっぽい感じの下地に絵が描いてある感じの切手シールですね。で、これシールの素材的にはこんな感じでマスキングテープ素材になっています。ほんのり透ける感じのマスキングテープ素材ですね。すごく使いやすいと思います。200枚あるんでね、ガシガシ今後使っていこうと思います。シーインは値段が変動するんですけど、こちら私が購入した時は333円でした。2個しか買ってないのに被るのは初めてですね。さあ、それではカッティング台のご紹介の方に移るんですけれども、私が使っているダイカットマシーンがこちらのシジックスのビッグショットフォルダーウェイになります。これはね、中型サイズって呼ばれるダイカットマシーンで、A5サイズの紙まで入れることができます。ダイカットマシーンね、結構いいお値段するので、どうせね、高いお金出すんだったら信頼できそうなブランドがいいなと思って、ダイカットマシン使用者の中ではね、結構有名なこちらのシジックスを購入しました。この機械が私が買った時が25,000円ぐらいでしたね。ちっちゃいサイズの方にしようかなと思ってたんですけど、やっぱりちっちゃいとかなり使えるね、この台がサイズ限られてきちゃうので、台は小を兼ねるって言いますしね、こちらのA5サイズが入るダイカットマシンを使っております。これのもう一個上に A4 サイズが入るダイカットマシンもあるんですけど、私がこのダイカットマシンを選んだ一つの基準としては、これフォールダーウェイっていう名前なんですけど、その名の通りこのダイカットの台の部分が折りたたみできるんですよね。これが私の中の購入条件でした。やっぱりね、ある程度大きさあるので、これ開いたまんまだとかなり場所取るよなって思って、ここはね、やっぱしまえる方がいいなと思って折りたたみタイプを探してこちらにしました。シジックスさんからは A4 サイズのこのフォルダーウェイタイプは出てないっぽいんですけど、他のメーカーさんでは A4 サイズでこの折りたたみ式のやつもあるみたいなんですが、私がね、このダイカットマシンを検索した時に、一番最初に名前が出てきたのがこのシジックスさんで、使用感とかを調べたところ、結構好評だったのでこちらにしました。もしね、これからダイカットマシン買おうかなって悩んでる方は、サイズ感とこういうね、消耗品だったりこの付属品がその後継続的に買えるかどうかみたいなところもちょっと考えて購入することをおすすめします。で、一応こちら
らの使用方法を少しご紹介すると、これをね開いて台をしっかり差し込みます。こんな感じでね差し込むと安定するので、これがね土台になります。でここはそれぞれ一応ケースみたいになっているので、こういうね台とかを収納したりすることもできます。でハンドル部分なんですけど、これも今ね外向きにしちゃってるんですが、一応こういう風に内側に折ることができるので、このボタンを押すとね、なのでとっても邪魔にならずに収納することができるよという優れものでございます。こんな感じですね。こちらのビッグショットはここの隙間のね圧を変えることはこの機械ではできないので、紙の分厚さ、カッティング台の分厚さによっては追加でね紙とかを差し込んで圧力調整をしなきゃいけないっていうタイプの機械になります。サイズ感はねA5サイズのカッティング台マシーンにしてはすごいコンパクトに作られてるなっていう印象で、多分大きさ的にはティッシュペーパーの箱1個分ぐらいかな。ちょっとうちソフトタイプしか使ってないんで紙の箱じゃないんですけど、こういう感じですね。サイズ感的には取ってしまってこんな感じ、ほんのりティッシュボックスより大きいかなっていう感じですね。これソフトタイプのティッシュなので、紙の箱だったらちょうどそれぐらいの大きさかもしれないです。なのでねそこまで幅取らないのですごい収納はしやすいなっていう印象なんですけど、重さはねかなり重いです。ミシンとかよりも重いですね。印象的には片手で持つのは結構しんどいですね。私全然自分の力に自信がないので筋トレしてるよとかっていう方だったらね全然余裕かもしれないんですけど、重いですねかなり重いです。持ち上がりはするんですけど重いです。ただこの重さは結構利点でもあって、このシジックスはかなりこの重みがある分どっしりずっしりしてるので、このカッティング台を動かす時に機械自体は全然ブレたりしないですね。この上の部分を押さえながら回していくんですけど、基本的にはここの押さえもそこまで強く押さなくても、この取っ手を回すために押すぐらいの支えぐらいの力で全然びくともしないので、そういう意味ではこの重さは必要なんだろうなっていう感じですね。あとシジックスさんは他の方も使ってる方でねよく言われてるのが、この取っ手がすごいスムーズです。挟んでね実際にカットする時にもあんまり力入れなくてもスムーズに回るので、たくさんねカットしたい人とかにはあんまりストレスにならない機械かなっていう感じですね。はい、それではちょっとねだいぶ機械の説明が長くなってしまったんですけれども、早速カットしていこうと思うんですが、今回カットするために用意したのがこちらで、これにもともとついてきた挟むアクリル板があるんですけど、それがちょっと割れてしまいまして、自前のアクリル板を使っております。これはね普通にネットですごい大きいサイズのアクリル板を買って、自分で純正と同じサイズにカットしました。このシジックスさんのねこういう付属品っていうのは単品でも購入はできるんですけど、やっぱり純正ってねちょっと高いので、できるだけね節約したいなという気持ちがありまして、このアクリル板はね消耗品なのでね、できれば安い方がいいなと思ってネットでね1000円でこれが4枚作れるサイズのものが買えたので、そちらを購入して自分でカットするっていう作業をしました。でさっきねこの動画がテイク2だって言ったんですけど、実は今回このアクリル板2枚作って初めて試す日だったんですよ前のやつがね割れてしまったのもあって、この子眠ってたのでよしやるぞってことでねこれカットしてね今日が初お披露目だと思ってワクワクしてたんですが、なんとですねこのアクリル板がどうやら硬すぎたみたいで、これでねサンドイッチして圧力かけたら1枚目が割れちゃったんですよ、真っ二つになのでね皆さん自分でアクリル板買って私のように切って使う方は、この下の方だけ挟む上の方は圧力が直にかかっちゃって割れちゃう可能性があるので、この土台になる下の部分だけ自前で作った方がいいと思います。あんまりね自分で作る方いないと思うんですけど、一応参考までに、なので本当はねこのアクリル板を2枚でサンドイッチしてカットするものなんですが、さらにね私はケチなので節約するためにこちら100均のねカッティン
ングマットですね。こちらを使用することにしました。もうね、でもね、1回使っただけでね、かなり曲がっちゃってるんですけど、で、あとこちらの100均のカッティングマットは、このアクリル 3mm あるんですけど、こっちの方が薄いです。なので、より圧力調整のために紙を挟む必要があります。まあこれはね、100円なので、もう曲がろうが破れようが、穴が開こうが痛くないんですけど、これぐらいね、1回で曲がっちゃうぐらい、圧力かかってるってことですよね。なのでね、このカッティング台は使うと絶対に傷つくものなので、純正のやつ買ったけど傷つけたくないとか、節約したいなっていう方はね、自分でカットするなり、この100均のカッティングマット2枚使うなりでね、節約できるんじゃないかなと思います。なので今回は邪道のこのカッティングマットと自作アクリル板でサンドイッチしようと思うんですけれども、圧力調整のためにコピー用紙を半分に折ってね、厚みを出す紙を作っております。なのでこちらをセットでね、使っていきたいと思います。で、今回抜くための紙をたくさん用意してみました。これらをね、使ってどんな型ができるのかをお見せしていきたいと思います。さあ、まずね、こちらすでに開けてしまっているんですけれども、蝶々の台でございます。こちらはですね、シーインで購入していて、1個184円で私は購入しています。シーインね、結構値段変動するっぽいんでね、安い時を狙って皆さん買っていただきたいんですけれども、どうしようかな。蝶々だからな。蝶々だから、このちょっとキラキラしてるピンクの紙でいきましょう。こんな感じで台を乗っけて、で、ずれないようにマスキングテープで留めます。で、入れて、やっぱね、この100均のカッティングマットを使うと、そのテイクワンでね、学んだんですけど、こうやってすごく湾曲するので、結構ね、この台が止めてないとずれちゃいます。回す時にね。まっすぐな板同士で挟んでれば、そんなずれないんですけど、で、多分厚みが足りないので、2枚ぐらいかな。あんまりね、厚すぎてもダメなので、これでいってみましょうかね。いきます。パキって言いましたね。どうかな。一応カットはできてるんですけど、多分若干抜けてないところがあるので、もう1枚重ねようかな。これでね、下のアクリルまで割れたら泣いちゃうんですけど、でも3枚ぐらいがちょうどいいかもしれない。コピー用紙でね、圧力調整できるので簡単に、そんなに大変じゃないかなと思います。さあ、こんだけ往復したらいけるんじゃないかな。本当に細かいところが若干抜けてないですね。4枚いっちゃう？これね、ケチらずにね、純正のアクリル板を使っていれば、もっとすんなりね、いくと思います。でも結構他の方のダイカットマシン使ってる動画を拝見しても、皆さんやっぱり100均のね、このカッティングマット使ってたりとか、いろいろ節約工夫されてましたね。よし。これでいいでしょう。こんな感じでね、一回やるだけで湾曲します。すごいボコッとになってますね。すごく綺麗に全部がカットされてますね。ここまで来れば、もうあとは抜くだけです。さあ、抜いていきましょう。マスキングテープが圧力のせいですごい強固についてしまっている。じゃじゃーん。すごい気持ちよく取れましたね。このね、抜いた後の紙もすごく綺麗で、これフレームとしてね、使えるなぁと思いました。こんな感じでね、下に色違うやつ乗っけたりするとすごい綺麗になったりするの。もう捨てるところがないのもこのダイカットのいいところですよね。やっぱりがっつりアクリルにね、傷がつくレベルなので、しっかりカットされてるのでね、こう剥がす時はピンセットとかね、何か先が尖ったものでやらないとつまめないし、こういう抜いたところがね、しっかり落ちないので、ダイカット専用の先っぽが針みたいになってて、ローラーがついてね、こうぐるぐるするだけで落とせるみたいな道具もシーインでもね、売ってたんですけど、ピンセットでいいかなっていう感じですね。このね、ポコポコ抜いていくのも結構ストレス発散になったりします。手を動かせば動かすほど満足度が上がるみたいなそういう部分ありますね。こういう創作系はね。じゃじゃーん。こんな感じで、この台ではこういうカットができますね。で、これなんですけど、一応書いてあった見本で言うと、このね、模様がちゃんと切られてる方を折って、この無地の方にね、貼り合わせると、こういう感じで蝶々が立体的になるモチーフも作れるよっていう感じでございます。
立体作れるのすごくいいですよね。かわいい。さあ続きましてこちら、自転車のダイカットいきたいと思います。もうこれはね、ネットで見つけて一目惚れで購入しました。こちらもシーインで購入していて、1個219円で私は購入したみたいです。すごい可愛いですよね。で、結構ね、大きさもしっかりあって、こう手のひらにね、収まる感じの、大きすぎず小さすぎずっていう感じで、コラージュにね、すごくいいんじゃないかなと思って、もう見た目で気に入っております。さあ、それではカットしていきたいんですけど、自転車だからな、どうしよう、茶色にしようかな。自転車だから茶色っていうのは謎なんですけどよいしょ。これはね、猫ちゃんテープカッター100均でございます。可愛いのでおすすめ。よし、さっき結局4枚このコピー用紙 A4 サイズを半分に折ったやつを使ったので、これでいきましょう。いやね、まあ純正変えよって話なんですけど、ケチらせてくださいそのおかげでね、紙箔とかいろいろ買えるんでよいしょ。どうかな、こればっかりはチェックしないとわかんないんでね。でも切れてる切れてる、やっぱ4枚挟むと結構しっかり切れてますね。この下に引くね、アクリル板初めて使う時ショックですよね。結構傷ついたって思うんですけど、どう頑張っても絶対傷つくんで避けては通れない、仕方がないことなんですけれども、自転車のカットはちょっと使いにくそうですね終わった後ね。皆さんはカッティングマシーンとか使ってますか？まあね、私の動画見てくださってる方、私なんかより全然玄人の方が多いので、もちろん持ってるよっていう方が多いとは思うんですけど、まだね、持ってない方にはぜひ一緒に沼りましょうとおすすめしたい代物ですし、持ってる方はね、ぜひどんな台がおすすめか教えていただけると嬉しいです。私の今後の参考にさせてください。はい、完成しました。やっぱこの自転車すごく可愛いんですけど、細かいパーツが多いのと、この細い線がね、多いので、若干ね、切り取られてない、抜けきれてないところがありました。そういうところはね、ほんの少しなので、カッターでね、ちょっと足してあげると、普通にね、綺麗に抜くことができます。で、これね、自転車だけじゃなくて、ちょっとだけハートと蝶々の おまけがついてきます。なのでね、すごい可愛いですよね。これをハサミで切れって言われたら絶対無理なので、やっぱりダイカットってすごいなって思います。さあ、続きましての台がこちら。こちらは、プレゼント包装とかね、パッケージの時に使う蓋部分ですね。ヘッダー部分になります。結構大きさがあって、もう手のひらのサイズを超えるレベルの大きさになります。これ届いた時に、大きいと思ってびっくりしたんですけど、例えばね、こういう OPP 袋。この OPP 袋が横が 10.5 センチで、それよりは若干小さいかなぐらいのヘッダーですね。ヘッダーなんでね、若干厚めの紙がいいのかなとは思うんですが、お星様だし、黄色かな。こっちのオレンジの方がちょっと分厚いので、あとね、この紙キラキラしてるので、これでやってみましょうか。これだとね、サイズが入らないです。ごめんなさい。はがきサイズよりも大きいので、これはこっちの紙を使いましょう。このキラキラのやつ使いたいところなんですけど、これちょっと分厚すぎるので、黄色かな、やっぱ。蛍光の黄色いきましょうか、じゃあ。すごいビビッドな黄色でございます。よし、それでは張り切っていきたいと思います。ちょっとやっぱさっきより紙が厚いっぽいですね。1枚抜きました。これでいい感じですね。怖い怖い怖い。バチバチ言ってる。大丈夫かな。下のアクリルまで割れちゃうかもしれない。これもシジックスがこのハンドルね、軽いって言われてるので、それでもやっぱり若干力はいるんですよ。もちろんね。なんで他の、もっと安いって言ったらあれなんですけど、ハンドル軽いって言われてないやつって相当力いるんだろうなって思います。どうかな、切れたかな。切れてますね。抜けてる抜けてる。じゃじゃーん。この台はね、本当に無駄がないです。この取っ手のね、穴開きの部分ですらラベルみたいな感じに使えるんじゃないかなと思いますし、いっぺんにね、こんだけのお星様作れます。
で、こちらの本体の方ですね。一応ね、この折り目までちゃんとつけてくれてるんですよ。まあこれちょっと今黄色い紙なので見えにくいと思うんですけど、うっすら線が入っているので、これを山折りに。ちょっとね、これ薄めの紙、もっと分厚い方がやっぱりいいですね、多分ヘッダー作るときは。若干この細いところが折りにくいですが、まあでもそれでもいけますね。こんな感じで折るとヘッダーになるっていうね。これめっちゃ可愛いですね。プレゼントのクオリティが一気に上がる、もう商品みたいになります。すごくいいですね。素敵。さあ続きまして、こちらチケットとか切手を抜ける台ですね。開けていきましょう。こちらの台はシーインで購入していて295円で私は購入しました。さっきのこれお値段言いましたっけ？こちらもねシーインで購入しております。こちらは1個376円でしたね。このカッティング台って何回も使えるんで本当コスパいいですよね。さあこれはね模様を切りたいなと思うんですが、せっかくだったらいろんな柄がいいですよね。この野菜いきましょうか。野菜野菜でギリギリぴったりですね。これね文具の博覧会で購入した鏡セットの中に入っていた紙なので何サイズって言えばいいかわからないんですけど、この台の大きさが10センチ ×9.5 センチって感じですね。かなりぴったりでございます。買ったけど開けてみたらそんなに好きじゃなかったとかちょっと使い勝手が悪いなって感じてるマスキングテープとか、これすごいいい消耗方法だと思いますバンバン使えるんで役にも立つし消耗できるしっていう。だいぶねカッティングマットが歪んできているので厚み調節が難しいですね。よしいきます。ちょっと硬いな。1枚減らして再度挑戦。全部いけてますね。よし剥がしてきます。じゃじゃーん、こんな感じでね本当に切手とかチケットみたいに簡単に切ることができました。この点々のね切れ目だけじゃなくて点線の切れ目もつけれるようになってますね。でこれ抜いた後も素敵で、これねなみなみになってるのでフレームにこれも使えますよね。本当に惜しげもなく使える感じ。なんかこう縦に使ってもいいかもしれない。この余りがねある場合はここ別の紙貼って裏から素敵にできそうですよね。でこれ例えばなんですけどこういう感じでね折ってペリペリっと楽しい。これはいいですね。ちゃんと切り抜きたいところに狙ってこの台をね置けばそこをぴったりいい感じでねモチーフを真ん中に持ってくることもできますし、これは個人の好みによると思いますけどここね切っちゃえばバラバラに使うことができるので1個ずつね使ってもいいと思いますし、皆さんどうしてますか？これね取らない派の人と取る派の人で分かれると思うんですけど迷いどころですよね。でもいらないのを切っちゃうと後で使えるっていうその素材的なね使い方もありつつももったいないなっていう気もしなくもないですもんね。じゃん、今切り離してみるとこんな感じで正方形のやつが3つと長方形切手型が2枚とチケット型が2枚作れるよっていう感じですね。いや楽しいですね。さあ続きましてはこちらじゃーん、猫ちゃんのカッティング台です。めっちゃ可愛い。こちらはアリエクスプレスで購入したものになります。一つ376円で私は購入したみたいです。とても可愛い。猫好きとしてはね、これを見た瞬間にカゴに入れてましたね。結構大きくて、手のひらで合わせるとこんな感じですね。しっかり主役になるタイプの大きさのカットが作れるものになります。猫ちゃん何色にしようかな。猫ちゃん柔らかめの茶色というか黄色でいきますか。山吹色。茶トラでいきましょう。トラじゃないんですけど。さあいきます。猫ちゃんはやっぱかなり細かい部分があるので、もうちょっと圧力足そうかな。このほんとカッティン
ングマットがねかなり湾曲してきてるのでまあ100均のカッティングマットなんでね、ほんともうヨレヨレになる前に買い替えちゃってもいいぐらいなんですけれども、かなり細かい。これで完璧ですね。ちょっとかなり細かいので抜いてきます。じゃじゃーん、こんな感じでかなり細かい立派な猫ちゃんが切り抜けます。これもね、自転車と同じ現象が起こって、やっぱこの細い部分とかはしっかりね抜けきれてないところが数箇所ありました。でもほとんどカッター入れることなくねすんなり抜けてくれたので、この細かい描写の割にはかなり優秀だなという印象でございます。すごい可愛いですよね。これ剥いた後もね、まあ大雑把ではあるんですけど、一応猫の形になってるので、これも微妙にフレームとして使えなくはないみたいな感じですね。いや、これ猫好きとしては絶対に押さえておきたい台ですね。超おすすめの台でございます。さあ、恐ろしい時間が経過してますけれども、まだまだいきますよ。続きましてこちら、ハートの風船のカッティング台です。めっちゃ可愛い。じゃーん。大きさ的には手のひらすっぽりっていう感じの大きさですね。スタンプを押して風船持たせたいなと思って買いました。風船何色にしようかな。風船でも本当だったらちょっと色変えたいですけどね。まあちょっと難しいと思うので、虹色の紙とかを使えばいい感じになるのかもしれない。ちょっとあいにくね、虹色の紙は持っていないので、このちょっとね、模様が入ってる、パラダイスだったかな、名前。こちらの紙を使いたいと思います。いや、カッティング台めっちゃ楽しいですよ。もしね、買おうかな、やろうかなって悩んでる方いたらね、ぜひやってください。一緒に沼りましょう。私も久しぶりにこれやってますけど、まあ今ね、紙も豊富にあるし、台もいっぱい買ったのでね、すっごい楽しいです。さあ、行きますよ。あ、すごい抜けてる。じゃじゃーん、とても可愛いです。単色でもやっぱちょっと模様があるだけで全然可愛いですね。白い紙にこれを抜いて、で自分でね色塗ってもいいと思いますしね。いや、とても可愛いです。でこれ抜いたやつフレームとして使えるかなと思ったんですけど、ちょっとねわかんないですね、これじゃあこれじゃあ何なのかちょっとブロッコリーかなみたいな。いや、でも抜いたやつすごい可愛いですね。ポストカードとかに貼りたい。使い勝手良さそうな台です。さあ、続きましてがこちら、お花のカッティング台ですね。こちらね、こんな感じである程度大きさのある台になっているんですけれど、こちらはシーインで265円で購入しておりました。で、そうだ、さっきのこの風船、私多分値段言ってないですよね。こちらもシーインで153円で購入しております。これはね、立体なお花ができるキットになっております。お花だからな、やっぱ赤系がいいかな。本当はこのピンクが可愛いなと思ったんですけど、ちょっと大きさが合わないですね。もっとね、紙箔でいろんなサイズ、いろんな種類の紙を買わないとダメですね。どうだろう、これはいける。あ、ポストカードサイズがギリっていう感じですね。ちょっとね、ポストカードサイズ今出してるのが結構暗めの渋い色ばっかりになっちゃってるので、ケチっててもしょうがないので、超華やかピンクいきましょうか。これ蛍光色ってあんまりなんか画面で映らないというか、蛍光感がちょっと抑え気味になりますね。もうね、めちゃくちゃ蛍光です。そうか、これ葉っぱもピンクになりますね。こういうのこそちょっと切り離した方がいいかなとは思いますね、ここね。皆さんどうしてます？なんかバラバラになるのがちょっと勇気いるなと思ってるんですけど、ちょっと葉っぱもピンクで今回はやります。さあ、行きます。もういい手応えですね。よし、じゃあちょっと抜いてきます。はい、抜いてきました。とても鮮やかなね、お花のパーツができたんですけど、これね、抜いた後も、ちょっとね、今回私がね、使ってるこのカッティングマットがね、かなりもう歪んじゃってるんで、それの
せいだと思うんですけど、紙にねちょっとシワがいってしまってるのでブサイクなんですが、このお花の部分はねフレームとして使えそうですよね。ちょっとこの渦巻きのところはね微妙なんで、ちょっとこれお花作ってみましょうか。まあシーインあるあるなんですけど、全然ね作り方書いてないんですよねなのでちょっと合ってるかどうかとかは定かではないんですが、ちょっと頑張って作ってみますじゃじゃーん、超不器用な私でもなんとかお花の形になりました。渦巻きのやつをもうくるくる巻いていって、周りにこの残りのお花を貼っていくっていう感じですね。ちょっとやっぱね単色一色だけなのでちょっと見えづらいし映えない感じにはなっちゃってるんですけど、でも手軽にね立体のねお花が作れるっていうのはすごくいいなと思いました。これ真ん中にねちょっと調子こいてビーズ入れてみましたすごいでも出来上がりは結構分厚めのその何枚もね重なってるのでしっかりしたお花になっているのでね、ギフトパッケージのアクセントとかにはすごいなると思います。とても手軽でいいですね。さあようやっと半分超えたかなぐらいですね。続きましてがこちら、女の人のカッティング台です。じゃーん、こんな感じでエレガントなマダムの台になっております。大きさもね結構大きめの手のひらサイズなので、これもねコラージュで使うと主役になるタイプのしっかりしたサイズのものが作れる台になります。こちらはシーインで購入して409円でした。これスカートの部分がすごい細かそうですよね。これは女性でしょ。スカートの部分は本当は色をつけたいところではありますが、体もねあるので、これ2枚抜いて違う色で後でスカートの部分だけ重ね張りしてもいいかもしれないですね。肌色単色でいきたいと思います。もうね今撮影時間がやばいんですこういう作業系はね思ってる以上に時間がかかっちゃうのでサクサクいきたい。もうねかなり湾曲してますねいきまーす。心なしかこの100均のカッティングマット伸びてきて薄くなってる気がします最初より100均といえども10回買い替えたら1000円ですからね。買える頻度が高すぎて1000円にすぐ到達しちゃいそうだったら正直正規品買った方がいいかもしれないですよね。多分いけると思います。ちょっと抜いてきます。じゃじゃーん、とても繊細なマダムが出来上がりました。このカッティング台はただ切れ込みを入れるだけの線とこの抜く線が両方あって、それをね見極めるのがちょっと最初難しかったんですけど、でも綺麗に切れてますね。やっぱり細い部分は若干切れてないところもあったのでカッターでお直しをしましたが、でもねそんなにめんどくさくないレベルでしか残ってなかったので、とてもいい台なんじゃないかなと思います。単色でもかなりスカートのレース感が可愛いですもんね。これ上から貼るのはどうかなって言ったんですけど、こういう感じで下にね違う色の紙を貼るだけでだいぶ印象変わりますよね。こういう感じとかすごいゴージャスかもしれない。いいですね。すごい気に入りましたこの台。今回ねちょっとギリギリを攻めすぎちゃってこのスカートのとこ破れちゃったんですけど、剥がす時に。でもこういう感じで人型フレームとしてもね使えるので、すごく無駄のない台だなと思います。今日一日でねだいぶダイカットのベテランになってきた気がします。そんな生意気なこと言ってると怒られそうですけど。さあ続きましてはこちら、スティッチ入りの丸ですね。めちゃくちゃいっぱいいろんなサイズの丸が抜ける台でございます。でこれは切り離さないとこうフレーム扱いにするのか紙を円でカットするのかのどっちかで大きく変わってきちゃう台になりますね。なのでこちらは切り離したいと思います。はい、まずね全部切り離してきました。1個の輪っかがこういう感じで丸にフレームで切れるよっていう感じですね。これを例えばもっとちっちゃいやつでこう二重にして切るとこういうぶっとい枠ができるよっていうことになりますね。全部やると大変なことになりそうなので、おじさんを一人フレームで切り抜くのと、この模様も
フレームで切り抜いてみようかな。ちょっとこれでやってみましょうか。だいぶこの100均のカッティングマットが悲鳴を上げております。よし、行くぞ。紙にシワがいっちゃうな。曲がってるから。これはちょっとうまくいってないかもしれませんが。抜けてますね。でももう。抜けてる。シンプルなのでね、抜けてくれてますね。じゃじゃーん。こんな感じで3種類の丸を切り抜くことができました。3種類と言いますか。種類的には2種類なんですけれども、サイズはね、こんだけ選べる幅があるので、自由に選ぶことができます。これは模様をカットした感じで、ちょっと見えにくいんですけど、このギリギリ枠のところにスティッチが入ってるタイプになりますね。このおじさんの方が見えやすいかな。おじさん真ん中で切り抜いて、周りがね、点々が入ってるみたいなカットになりますね。で、もう一個が、2つ円を二重にすると、こういうフレームを作ることができます。で、この幅は、この大きさどの2枚を使うかによって決まるっていう感じですね。いや、とてもいいと思います。ちょっと今サイズおかしいですけど、こういうこともできるわけですよね。多分私はこのカッティングマットと今日おさらばすると思います。もう限界って言ってますね、マットが。もうすぐね、終わるので、ちょっと最後まで耐えてもらおうかなと思うんですけれども。続きましてこちら。これはね、またゴージャスな四角いフレームでございます。これもさっきの丸と原理は同じなので、切り離したいと思います。これね、くるっと回すだけで取れるので、ペンチもニッパーもいらないんですけど、このね、バリだけ出ちゃうので、そこだけね、結構尖ってるので、折ったりして取り除いた方がいいと思います。はい、切り離してきました。せっかくこんなゴージャスなね、枠なので、こちらのクロエシリーズでいきたいと思います。で、いきましょうか。よし。頑張れ、耐えてくれ。これね、波打ってるまんま使うと、やっぱり下の紙がね、たゆんじゃうんですよね。なので、やっぱりもうシワがね、下の紙に入るようになったら寿命かなっていう感じなんですけど、本来は。ちょっと今日までは耐えていただいてます。2枚で全然手応えがありますね。やっぱ紙がたわむ。もう限界ですね、このカッティングマットが。いけてますね。抜いてきます。じゃじゃーん！とてもゴージャスなフレームができました。この上にね、別のコラージュの素材貼ってもいいと思いますし、すごい素敵ですよね。ほんとここの上に写真とか貼ったらもう額縁みたいな。とてもゴージャスな枠ができました。これとかね、切手みたいな感じで素材としても良さそうですしね。いやー素敵だな。ちなみにこちらは抜いた後こんな感じになります。まあフレームとしても使えるかなっていう感じですね。ちょっとなんか可愛い感じになりますけど、くるくるっていうね。次の台に行く前にさっきのこのフレームなんですけど、今までに起こらなかった現象が起こりました。裏側見ていただくとわかるんですけど、マスキングテープで留めていたところが見事に剥げました。カットにはね、全く支障はないので、ただブサイクになっただけなんですけど、ただね、これ上のフィルムが剥がれて、このメタルがもう剥き出しになっちゃってるので、もしかしたら劣化が早くなっちゃったりするかもしれないですね。今までのやつはね、一個もそんなことなかったんですけど、これだけはね、同じマスキングテープ使ってるんですけど、剥がす時に全部剥がれちゃいましたね。たまにこういう台もあるよっていうことだけ参考になればなと思うんですけれども、マスキングテープは弱粘着なのでね、マスキングテープで剥がれちゃうなら他でも絶対剥がれちゃうと思うので難しいところなんですけれども、カットには支障ないと思うので、私はあんまり気にしません。さあ、それでは続きましてこちら。これはね、紙の端っこですよね。例えばこんな感じで紙の端っこをデコレーションする台になります。こちらはシーンで181円でしたね。安い。じゃあ、これをどの紙にしようかな。多分サイズ的にポストカードサイズがぴったりになると思うの
で、本当は赤がいいのかなと思うんですが、ちょっと赤色が準備できてない。この和紙とかね、ここら辺も使いたかったんですけど、よく考えると今回買ってる台結構大きいので、あんまりサイズが合わなかったですね。ちょっと赤はなかったので、対照的な青でいきましょうか。サイズ的にはポストカードサイズより若干ちっちゃいかもしんないけど、若干ちっちゃいですね。じゃあまあこれでいきましょうか。青ハートでございます。そろそろもう本当にこのカッティングマットがやばいので、紙もシワに、ね、ならないように留めておきたいと思います。もう末期症状です。行ってみましょう。どうかな。抜けてますね。剥がしてきます。じゃじゃーん、とっても可愛い切り抜きができますね。で、このね、切り抜かれたハートも使えると思うのでね、いや、素敵、エレガントだと思います。さあ、残りね、3つになりました。次はこちら、鳥かごですね。めっちゃ可愛いです。こちらもシーインで購入したもので、255円で私は購入してます。これはどうしましょうね。あ、でも鳥かごなので、シルバーっぽい、これでいきましょうか。クロエシリーズですね。さあ行きたいと思います。あ、これずれちゃいましたね。あ、ここまで止めててもずれちゃう。もうね、やっぱマットが限界ですね。これはもう一回やりたいと思います。ちょっとね、マットを酷使しすぎたので、新しいマットに登場してもらいます。これは曲がってません。100均のマットのね、耐久度合いも、これで伝わればいいなと思います。あ、全然手応えが違いますね、やっぱり。いけてると思うので、剥がしてきます。じゃじゃーん！これはね、クロエシリーズで抜いて正解でしたね。めちゃくちゃ繊細で、細い線がね、たくさんあるので、薄い紙がやりやすいと思います。すいません。iPhone の充電が切れてしまったので、ここからは別日の撮影になります。なのでね、一回ちょっと机の上をきれいにしました。で、続きなんですけど、こちらがね、カットした後の台になります。カットがね、こんな感じで、切り抜きがちょっと除夜の鐘みたいな感じの形になるんですけど、この鳥さんの方はね、切り抜いた後も使いやすいんじゃないかなっていう感じですね。さあ、それでは残り2つになりました。こちらですね。こちらは紙のね、端っこをレースのようにカットできる台でございます。こちら全部でね、7種類が入っているセットなんですけれども、シーインで購入したもので390円になります。なのでね、1本100円どころか、1本50数円ぐらいの感じでめちゃくちゃお買い得なセットでございます。どれも可愛いですよね。サイズ感的には、多分ポストカードサイズですね。そうですね。ポストカードサイズがぴったりです。早速やっていきましょう。7本のラインにしますか。いけるかな全部。2本入らなかったので、次のターンでやりたいと思います。いきます。抜けてますね。剥がしてきます。残りの2本いきたいと思います。抜けてますね。剥がしてきます。じゃじゃーん！こんな感じになります。これはね、1枚の紙に5本全部並べたので、ラインみたいになってるんですけれども、紙のね、この端っこだけに当てると、紙をレースみたいな模様にすることができるよっていう、とっても可愛い台でございます。どのレース柄も当たりですよね。すごく使い勝手がいいと思います。7本セットですからね。素晴らしい。さあ、それではいよいよ最後の台になります。こちらはカッティング台ではなくエンボス台になります。厳密に言うとエンボスパッドですね。切り抜くのではなくエンボスを作るパッドになってます。こちらもシーインで242円で購入しておりました。このね、お星様柄だったら、一つ一つのお星様に箔を押してもね、可愛いんじゃないかなと思って使いやすそうだなと思ったので、この柄にしました。星様、オレンジなんですけど、ちょっとキラキラし
しているこの紙使っていきましょうか。サイズ的には若干紙の方が小さいんですが、逆にね、大きくて余っちゃうよりは全体的にね、エンボスができると思うのでちょうどいいんじゃないかなと思います。いきまーす。これじゃあちょっと軽すぎるかな。かなりスムーズにいっちゃったんですけど、どうかな。いってるいってる。いい感じにいってます。剥がします。いきますよ。せーの。ダダーン。わー、かわいい。めっちゃかわいいですね。こんな感じで、こっち側はへこみタイプのエンボスで、こっち側は浮き出てるタイプのエンボスになってます。このね、やっぱり若干光ってる紙を使うことによってより可愛いですね。で、後でね、この大きいお星様だけ内白さんとかのね、箔を使ってこうキラキラさせてもいいと思いますし、すごい可愛いと思います。これめっちゃ好きだ。いやー、カットもできてエンボスもできて本当最強ですね。今回ですね、セットものは一つと考えて数えると全部で15種類の台を使いました。で、このね、アクリル板、最初新品だったんですけど、こんな感じになります。15種類。だから15回か、16、7回ぐらいぐるぐるするとこんな感じになるっていう結果ですね。いやー、だからだいぶ年季入ってきた気がする。1日で。で、100均のね、このカッターマットを代替品として使っていたんですけれども、こちらね、10回ぐらい多分回した時点でもうふにゃふにゃに波打っちゃって、このカットするね、紙の方に影響が出てきたので、1枚さよならしてます。で、こちらが2枚目ですね。この2枚目で多分5回ぐらい切ったのかな ?5、6回切ってると思うんですけど、今の時点でもうこれぐらい歪んでますね。なので、この100均のマットは1回に払うお金的には節約にはなるかもしれないんですけど、耐久性があんまりないので、これ10回買い替えると、1000円なのでね、そこをどう思うかっていう感じですね。あんまり使用頻度高くないよっていう方だったら、この100均のカッターマットで全然いいと思うんですけど、もうガシガシ使うんだっていう方は、あんまりおすすめしないかも。高くても純正を買った方が、実はコスパいいかもしれないですね。今回型を抜いたダイカット見本帳を作ってみました。じゃーん、こんな感じでね、抜いたものをペタペタ貼ってみました。これでね、どれで抜けばどんな形になるかが、なんとなくはわかるかなという感じで、これとかね、抜いた後の部分をフレームみたいにしてちょっとアレンジしてみました。これはレースですね。で、エンボス。そしてさっきの抜いた後をフレームにしたような感じでちょっとね、いろいろ作ってみました。例えばこれは蝶々の抜いた後なんですけど、後ろにね、クリップボンドで貼ってあります。なのでね、ペーパークリップみたいな感じで使えるようにしてみました。中はマスキングテープになってます。そしてこちらがタグですね。ここにね、紐を通せば蝶々のタグになるよっていう感じになってます。で、これは四角のね、フレーム、ゴージャスなフレームを抜いた後の枠をちょっとカードっぽくしてみたり、これはね、上は開いているので、中にね、ちっちゃい OPP 袋に入れたシールとかを入れれば、ちょっとしたね、ギフトバッグになるよっていう感じですね。で、こちらが切手枠とかね、チケット枠を作った残りになります。ちょっと自由が利くようにここは今は開けているんですけれども、こういう短冊みたいな感じにもできるかなと思いました。いや、いろんなものが作れて楽しいですね。またね、このカッティング台、今後種類いろいろ増やしていこうと思っておりますので、ご紹介できたらなと思っております。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。